もしあなたが一流選手のフォームが理想のフォームに違いないと考え、その選手のフォームやトレーニングを真似しようとしているのなら、ちょっと待ってください。僕は今まで一般的な理想とされるフォームを真似てかえって伸び悩む選手や、コーチの理想にフォームを変えられ、怪我をしてしまう選手を何人も見てきました。実際にあった A さんの例を見てみましょう。A さんは野球のスイングフォームを改善したくて、YouTube で大谷翔平選手のフォームを検索しました。そのフォームを見て自分と何が違うのかを分析しました。すると、スイングを開始する前の構えで、ピッチャー側の膝が自分のフォームより内側を向いていることに気がつきました。そして、インパクトの瞬間のつま先の向きも自分より閉じていることに気がつきました。そうか、膝やつま先が外に向くと良くないんだな。もっと足が開かないようにしよう。しかし実際にやってみると、つま先が開かないようにスイングするのはとても窮屈で、うまく力が入りません。慣れていないからうまくいかないんだな。もっと練習してこのフォームを習得するぞ、と反復練習をしましたが、スイングスピードは逆に低下してしまいました。この A さんのやり方は何が悪かったのでしょうか。そしてどうすればよかったのでしょうか。ちなみにその後、A さんにはフォーム改善における重要なポイントを指導し、なんとかスイングスピードを上げることができました。実際にどんな指導をしたのかはまた後で紹介します。一流選手のフォームを自分にとっての理想のフォームに落とし込むには、ある程度専門的な知識が必要にはなりますが、この動画を最後まで見れば、一流選手の何を参考にすべきか、何を真似ればよいのか、そして何を真似てはいけないのかのヒントがわかるようになると思います。今、フォームを改善しようと考えている方や、子供のスポーツ指導に携わる方には、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。この動画の流れはこちらです。理想のフォームを見つける方法、個人差とは何か。フォーム改善に絶対に必要な2つの知識とは。フォームのバイオメカニクスの基本的な考え方、個人差とは何か。では早速いきましょう。フォーム改善に絶対に必要な2つの知識とは、フォームのバイオメカニクスと個人差の知識です。バイオメカニクスの知識というのは、解剖学や運動力学的にどのように体を動かして効率的なパフォーマンスを発揮しているのかを分析する知識のことです。一流選手のフォームを見るときに最も参考にすべきポイントがこれです。この足の動きによってその後の腰の回旋をスムーズにするんだなとか、この左手の動きで右足のパワーを高めるんだなとか分析していくわけです。どうやって動かしているのかといった単純な動きだけに注目するのではなく、その動きによってどんなエネルギーを生み出しているのかというバイオメカニクスを考えることに意味があるのです。そしてもう一つの個人差というのは、骨の形や筋肉のつき方などの違いによる一人一人の差のことを言います。この動画では主に持って生まれた変えることのできない差異のことを個人差と呼んでいます。この変えることのできない個人差を姿勢が悪いからとかストレッチが足りないからなどと努力が足りないかのように言う指導者もいたりしますが、いくら努力しても変えられない部分もあるのです。具体的には後で説明していきますが、努力で改善できる個人差と努力では変えることのできない個人差を混同しないように考えることが大切です。つまり、フォームを改善していくにはまず、フォームのバイオメカニクスを分析して、個人差を踏まえた上で、自分の体で体現する方法を考えていくのです。では、このバイオメカニクスと個人差についてさらに詳しく見ていきましょう。僕はバイオメカニクスについて考えるときは、2つのポイントに絞って分析するようにしています。それは、純粋な体の動きと物理法則を利用した動きの2つです。純粋な体の動きでは、関節の向き、可動範囲、使っている筋肉に注目していきます。例えば、サッカーのシュートフォームについて考えてみます。右足の動きで股関節前面、太ももの前側の筋肉を使ってボールを蹴る。こういったものが純粋な体の動きです。主に使う筋肉や関節の向きに注目し、強く蹴るには大腿四頭筋や腸腰筋が重要だなとか考えるわけです。そして物理法則を利用した動きというのは、主に重力、慣性の法則、作用反作用の法則、回転運動やモーメントなどを利用した動きになります。サッカーのシュートフォームで言えば、左腕の動きが一番わかりやすいです。左腕はボールを蹴る右足と重心を中心に対称に動かします。そして左腕の動きによる反作用のエネルギーを利用して右足のキック力を高めるのです。作用反作用などについて詳しくはまた後日アップしていきますが、そういった物理法則を利用している部分にも注目して分析していきます。それにより筋力だけでなく効率的な体の使い方をイメージしていくわけです。
一流選手はそういったバイオメカニクスを分析するためには最高のモデルになります。これは決して一流選手の動きを真似るということではありません。バイオメカニクスを分析して結果的に全く同じ動作を真似ることもありますが、ただ単に動きを真似るのとは全然意味合いが違います。参考にすべきことは、どんな筋肉を使っているのか、どんな物理法則を利用しているのかといったバイオメカニクスなのです。では、それを自分自身のフォームに落とし込むためにはどんな知識が必要なのでしょうか。そしてそもそも、なぜ一流選手の動きを真似ることが良くないのでしょうか。その答えは個人差にあります。僕は学生時代、解剖学は絵を描くと覚えるぞと尊敬する先生から教わり、教科書のイラストを頻繁にスケッチしていました。もともと絵を描くのは好きだったので、何度も描いているうちに教科書を見なくても全ての骨を描けるようになったほどです。この絵は僕が描いたものですが、こんな感じにリアルにスケッチするには細部までよく見てイメージしないと描けません。そのせいか、僕は解剖学が得意科目でした。そしてご検体による解剖実習の際もたくさんスケッチしました。その時にとても驚いたのが、骨の太さ、突起の位置や形、筋肉のつき方まで、一人一人全然違うということです。教科書通りの人なんて一人もいませんでした。僕が解剖実習で最も衝撃を受け学んだのは個人差だったのです。個人差があることは誰でも知っているとは思いますが、具体的にどんな差があるのかということは意外と知られていないように感じます。例えば、つま先の向き一つに注目しても、そこに関係している要因はいくつもあります。とりあえずここではその中の一つ、大腿骨のねじれに絞って考えてみます。大腿骨は股関節の部分から膝関節の間でこのようにねじれています。そしてこのねじれの角度にはこのような個人差があります。丸1、丸2、丸3ともに大腿骨の頭の部分は同じ角度で書いていますが、膝関節側の向きが違っています。これはほとんど生まれつきで、この骨のねじれはストレッチ体操をしたところで治りません。では、この丸1、丸2、丸3の中で、一般的なスポーツにおける理想の大腿骨はどれでしょうか。ご想像の通り、物理的力学的に丸2の大腿骨が理想です。丸2の人の安定した直立姿勢は足の向きがこのようになっています。骨盤の受け皿の軸と大腿骨の頭部分の軸は揃いつつ、膝関節は正面を向き、丸2の人にとっては無理のない理想の足の向きです。そこまでは良いのですが、ここから安易に結論を出そうとすると、丸2の人にとってはという部分が抜け落ちてしまうのです。一般的なスポーツにおける理想の足の向きは丸2のような位置だと、だからみんなその足の向きにするのがいいのだと思えてしまうのです。これがどれほど短絡的で個人差を無視していて、さらに一部の人にとって危険な理屈かが想像できるでしょうか。例えば、丸1の大腿骨の人につま先の向きだけに注目して先の理想の足の向きをさせるとどうなるでしょうか。まず大腿骨を外へ開く筋肉に無駄に力を入れなければなりません。そして股関節前面の靭帯や筋肉は引っ張られて緊張し、股関節の安定性は少なからず失われます。丸1の人がこの股関節の位置を基準にスポーツを行えば、股関節周辺の靭帯や筋肉に大きな負担がかかるでしょう。そしてもちろんパフォーマンスも落ちます。試しに足の指が普段より外を向くように股関節を開いて立ち、軽くスクワットしてみてください。踏ん張りにくく力がうまく入らないと思います。これは丸3の人が丸2の足の向きにした時も同様です。それを姿勢が悪いとか股関節が硬いとか理由をつけ、つま先の向きを直せというのは大きな間違いです。大腿骨のねじれの角度は個人差があり、それは努力では変えることができないことを知っておいてください。他にも膝や硬い部、足首の形状によっては、スクワットなどランジ系のトレーニングでつま先の方向へ膝を曲げることが良くないこともあります。一般的にはつま先の方向へ膝を曲げましょうと言われてはいますが、人によってはそれが悪影響を及ぼすことがありますので注意が必要です。理想のフォームを追求する前に、まずはそういった事実を知ってもらいたいと思います。このように、つま先の向きが変わる大きな要因は少なくとも6つあります。股関節の形状、大腿骨のねじれ、膝関節の形状、脛骨と腓骨のバランス、側関節の形状、筋肉の張力です。これらすべてに大まかに分けて内、中、外の3つのパターンがありますので、つま先の向きのパターンは3の6乗で729通りあるということになります。そしてもちろん個人差があるのはつま先の向きだけではありません。全身で考えたらその組み合わせは無限大です。
僕自身もそれら全てを加味してトレーニング指導しているわけではありませんが、それくらい個人差があるという認識は常に持つようにしています。個人差がある以上、万人に共通する理想のフォームなんて存在しないのです。では、ここまでの話を踏まえて、冒頭でお話しした A さんの野球のスイングの話をおさらいしてみましょう。A さんは YouTube で大谷翔平選手のフォームを検索し、自分との違いを探し、フォームを真似ることしかしませんでした。A さんの間違いは自分の骨格に合わせたフォームを考えなかったことです。A さんは大谷選手の右足の使い方の分析はできているようでしたが、それを自分の骨格でするにはどうすればよいかを考えてはいなかったのです。僕は A さんにそのことを伝え、まずは自分の骨格を理解するよう話しました。具体的にやってもらったことは、全力でジャンプをしてもらい、それをスローモーションで撮影して見せるということです。特に何も考えずに思いっきりジャンプすると、ほとんどの人は骨格に合った全身の使い方をします。ジャンプの時、A さんはつま先がやや外を向き、ほんの少しガニ股でジャンプしていました。さらに股関節の可動域を見ると、内旋がかなり制限されていました。柔軟性が悪くて硬いというより、骨にぶつかる感じで止まりました。ということはおそらく A さんの足の形状は、つま先がやや外を向く方が自然であり、力も入りやすいと言えます。そこでスイングの際も、最も足に力が入るつま先の位置でスイングができるように、つま先の開き具合を修正しました。イメージ的には、大谷選手のような右足着地から、筒香選手のような右足着地に変えました。概要欄に両選手のリンクを貼っておきましたので、気になる方はそちらの右足着地を見比べてみてください。A さんはその後、スイングスピードも上がり、内角も打ちやすくなったと喜んでいました。ぜひ皆さんも一般的な理想にとらわれず、自分に合ったフォームを見つけていってもらいたいと思います。では最後にまとめていきます。まず、一流選手のフォームを見て参考にすべきことは、バイオメカニクスを分析することでした。そしてそれを個人差を踏まえた上で、自分の体で体現する方法を考えていくというものでした。個人差について特に重要なポイントは、その個人差がストレッチやトレーニングなどの努力で変えられる個人差なのか、または生まれ持った骨格により努力では変えることのできない個人差なのかを見極めることです。そしてそのためにはどんな姿勢だと力が入りやすいかを自問することと、自分の可動域を知ることが大切です。自分ではよくわからないというのであれば、トレーナーなど体の専門家に相談してみるのも良いかと思います。もちろん僕でも良いです。何のフォームのどんな部分を改善したいのかをコメントいただければ、大まかではありますが答えられる範囲で確認方法を返答します。ただここまで話しておいてなんですが、僕の言うこと全てを鵜呑みにするのもよくありません。理想のフォームは誰かに教えてもらうものではなく、自分の感覚で試行錯誤していくものだからです。理想のフォームの追求はゴールなんてありません。いろんなことを試し、自分の体で実験し、より良い自分だけのフォームを探し求めてください。健闘を祈ります。